こんばんは、もふもふのさんもふです。今日はですね、ウームの株価が下落中っていうことで、ヒカキンさんの資産がですね、10億円以上も減ってしまった。そういったことについて解説していきたいと思います。まあですね、株ってよく聞くと思うんですよね。でも、何株ってわからないところいっぱいあると思います。なので今日はですね、初心者に、これ具体的な事例を出してですね、株のが減るってどういうことなのかとか、そもそもね、株の価格って何とかですね、ヒカキンさんの資産が減るって何なのとか、まあそういったことを初心者に分かりやすく解説していくので、ぜひですね、最後まで見てみてください。でですね、全然ヒカキンさんもファンなので、別にディスってるわけでもなんでもなくて、純粋にもうこれ事実としてこうなってますよっていうのは、まあ一般に公開されている軸長を分かりやすく解説していきます。で、ウームって何かっていうと、YouTuber 事務所はですね、まあヒカキンさんとかセイキンさんとか、まあはじめ社長とか、むちゃくちゃ有名な方がいっぱい所属する、もうね、ダントツの YouTuber 事務所で、もうトップ級のトップですよね。もう太刀打ちできないぐらいの感じの、事務所でした。で、そこがですね、ちょっと調子を落としてきてます。例えばですね、前回売上がちょっと下がってしまった、2期連続減ってしまったり、またですね、再生回数もちょっと下がってしまって、まあ、芸能人だとかですね、いろんな人が入ってきたり、まあ、漫画のブームとか、そういったことに対して、ウームがですね、ちょっと支配力、今までダントツ1位だったのが、ちょっとですね、太刀打ちできなくなってきてるんじゃないか、そういうですね、疑問が投資家の中でですね、ちょっとあって、で、それでね、株価が下がってしまったと。で、まあ、ヒカキンさんも持ってる株の、まあ、資産もですね、減ってしまった。まあ、そういう内容になります。じゃあね、そもそも、皆さんご存知ですかね、株って何？これね、答えられる方少ないと思うんですけども、知ってるで知らないと思います。まあ、株ね、何かっていうと、これね、すごい簡単なんですよね。もう非常に、出資者、お金を出す人がいてですね、まあ、会社を設立して、それで、まあ、誰かが会社を運営するんですけども、お金を出すと。で、その代わりに株をもらうみたいな感じになってます。で、株を持ってる人が会社がですね、運営する権利を持ってて、まあ、過半数以上 50% 以上の株を持ってると、もう会社がですね、すべてのことを決めれたりとかするので、もう株を持ってるイコール、その割合に応じて会社のですね、その何割かを持ってるっていうイメージになってます。で、会社はまあビジネスをしていって、まあなんかこう、営業していって、まあ売り上げを上げると。まあそしたらですね、利益を出して、それをですね、まあ配当金とか出して受け取ると。で、株もみんなが欲しいっていうと株価が上がったりとかするんで、まあ出資者は儲かると。で、責任はこっちの株者側にあるんで、株主はまあお金出すだけでいい。まあそれがね、メリットなんですよね。で、まず覚えておいてほしいのは、株持ってる人は会社の権利を持っている。その割合に応じていろいろ決めることができる。まあそれがですね、大前提ですね。で、ウームはですね、2013年にウームの前の会社をですね、設立しました。で、鎌田社長、ウームの社長はですね、鎌田社長と、まあヒカキンさんが出会って、で、YouTuber、まあエアロスミスのね、ヒカキンさんがコラボしたりとかして、まあそれでですね、すごいやつがいる。まあそこでですね、意気投合して、まあ一緒にやり始めたと。そういうね、本読んだりとかしているんですけども、まあ当時もうたったまあ7年前にはウームができたと。で、そこでまあ協力して一緒にウームを立ち上げていきましょうって言って、まあそれで、どういう風になってるかよくちょっと詳細わからなかったんですけども、ヒカキンさんはまあ株を保有されてましたと。多分一株いくらで売るとか、まあそういう感じになってたのかなっていうふうに考えてます。で、まあ、ウームのですね、ヒカキンさんが会社の、株主になりましたっていうようなことになってます。じゃあ株って、もう最初できたばっかの会社の株どうやって持つの？たまに質問いただくんですけども、ご存知ですかね？これね、結構ね、なかなかわからない人いるんですけども、まずね、会社の価値を決めるんですよね。まあ、例えば、モフモフ会社って作って、モフモフしたものを扱う会社、モフモフ会社を作りましたって言って、これいくらですかこの会社っていうのをですね、まず自分で価格を決めるんですよね。まあ、例えばもう、モフモフ会社は1億円ですって言って、1億円だよ、俺の会社はって言いますと。まあ、それね、別に僕がもう勝手に1億円って言ってるだけなので、それはどうこうとは関係ないですよ。でそれに対して、まあ、例えば1億株を発行しますって言って、まあ、1億円で1億株なら1株1円ですよね。で、僕がまあ 100% 全部株持ってると。で、例えば投資家でですね、ちょっと変わった人がいて、もうモフモフ会社の株欲しいよって言って、もう1億円でいいからちょっとくれって言ったら、じゃあ合意して何%売りましょうかっていう相談をして、じゃあまあとりあえず 1% 上げますね。もちろん僕の会社の株なんで 100% 持ってって、まあそれをね、半分以上上げちゃうともう乗っ取られるっていうか僕のコントロール、僕の会社じゃなくなってしまうので、まあ、一部を上げるってことですね。じゃあ、1%だったら売っていいよっていうふうに合意するんですよ。じゃあもうモフモフ会社はまあ1億円の価値ってもう認めるから 1% 売ってくれよって言って合意取れたら、じゃあ 1% 上げますよって言って、その契約書を結んでですね、例えば1億株の 1%100 万株を100万円で売る。まあそういうこれ例なんですけども、そうやってですね、株の上場してない企業、もう物々交換みたいな感じですよね。っていう風にして、これはもうすごい適当な例なんですけど、例えばもう僕の会社が1兆円だよって言っても、これ誰しも1兆円で 1% なんて言ったらね、とんでもない、100億円とかなっちゃうんで、それ出せる人も出したくないよっていう人がいるんで、まあ、それはもうこれ合意する人、買う側と合意すればですね、決まっていく。まあそういうもんなんですよね。
で、まあ、こういう風にして、まあ、1% をですね、投資家が持つ。まあ、そういうのが株の付け方です。まあ、ウームもですね、最初はそういう風にベンチャー企業でですね、出資し、受けて、お金を集めたと。それで100万円をもらってで、投資すると。で、まあ、そういう風にですね、お互い合意すればもう売買できるので、まあ、あとね、これよく、ソフトバンクとかで問題になってるんですけども、実際の価値がないのに釣り上げたりとかすることもできるので、これ WeWork で問題になってるんですよね。まあ、例えば100億円ですよって言って、いやいや1000億円ですよってどんどん価値を釣り上げていって、いや、うちは1兆円ですよって言って、まあ最初ね、100億円で買った人はもう1兆円とかどんどん儲かるんですけども、ババ抜きみたいにどんどん値段釣り上げていって、WeWork最後ね、ソフトバンクとか出したのは最後5兆円まで来ましたね、5兆円。で、上場してですね、5兆円の価値もないのに上場してですね、みんなにこう、株をですね、割高なって売り抜けようとしたのが失敗してですね、今また大赤字食らって今5000億ぐらいとかって言われたりしてますけども、まあソフトバンクがね、そこにね、2兆円ぐらい突っ込んだみたいなってどうなってんだみたいな問題あったりするんですけども、まあ、結局これもこうです。同じですね、株の、相対取引になってるんで、そうやってまあ合意すればいくらでも釣り上げれるっていうところで、で、これね、あんまね、リスクが高いんですよ。まあほとんどね、上場しなくって潰れていくんで、その100万円とか出資しても、まあなくなるファンだと思って、10社とかに、出資したらですね、100万円でまあ1000万円入れたら、まあ、1、2社ぐらい当たって上場して、まあ、1億円ぐらいになればいいな、ぐらいな感じで、全部ポシャるかもしれないし、そこはね、どこにどう投資するかっていうね、普通の人はやらない方がいいですね。エンジェル投資とか言ったりするんですけれども、まあ、いい会社は勝手にお金集まってくるし、ろくでもない会社は、お金集まってこないんで、売り込みに来たりとかするようですね。まあ、ちょっとこっちも僕今始めようとしているところですね。で、じゃあ上場って何かっていうと、まあ、そうやってですね、もっと資金をですね、一般から調達したいよ、広くお金集めたいよっていうとですね、まあそうやって東証とか、広くいろんな人が買えるように、そういった株の売買をですね、その取引所でやるっていうことを上場と言ったりします。そういうことでお金を集めて、それをですね、また投資して会社を大きくする。その代わり自分の持ってる株を売り出さなきゃいけなかったりとかするので、まあ、会社の支配力が落ちるんで、まあデメリットもあるんですよね。で、まあ、上場するからにはちゃんとですね、その基準があって、その基準を満たさないといけない。まあ、そういうふうにして上場されましたと。で、ウームもですね、同じように上場しましたってことで、2017年に上場しました。で、その時はね、だいたい IPO っていう、上場する時が IPO って言うんですけども、一株2500円ぐらいです。2050円で IPO で買えましたと。で、これね、人気だったんで、なかなか当選しなかったみたいなんですけども、で、上場してですね、最初に東証っていうか、東証マザーズかな、その上場したところで、最初に値段がついたら、まあ大体ですね、6000円ぐらいでしたというところで、まあ一気に3倍になってますね。で、ヒカキンさんは6万株持ってたみたいですね。6万株で、それもね、IPO のやつ見ると、0.93% 持ってました。まあ1%弱持ってたってことで、それでね、6700円ついて、まあ、一株6万株持ってるから、かけたんですけど、大体ね、4億円ぐらいの、資産をですね、ヒカキンさんは、まあ、その、上場した時にもらったと。これいくらでこの株を持ってたかっていうのはちょっとわからないんですけれども、少なくとも4億円のですね、上場した時にお金が入ってきたっていうか、4億円分の価値になった株がですね、まあ今まで物々交換でウームなんかどうだかわからんよみたいな話だったのかもしれないんですけども、まあ上場したことによって、まあいろんな人が売買するところに行くんで、まあこのね、6万株を、例えば全部売れば、まあ6700円で、まあ価格下がっちゃうんですけども、一気に大量に売ると。まあそうやって売っちゃえば、まあ4億円になるよ。まあそういうイメージですね。っていう風になってました。で、そうやってね、ヒカキンさんの保有割合どうなっていったかっていうと、2017年は0.93% で、1年後にはちょっと乗ってなかったので分からなかったんですけども、2019年ではですね、2.4%、2.5 倍ぐらいまで株増やしてました。しかも45万株まで増えてましたね。で、結構ね、株買い増ししたのか、多分ストックオプションだと思うんですけども、ちょっとわかんないですけど、そうやって増えてました。で、そうやってね、どうやったかわからないけど載ってて、で、これね、実は有価証券報告書っていうところに、この、大株主の状況っていうのが一覧載ってて、この開発、まあね、ヒカキンさん自身本名を公開されてるんですけど、開発ヒカルさんは45万株持ってて、港区に住まわれてるってことが、まあ普通に載ってしまってるっていうことで、まあそういうふうにですね、報告、まあで、社長がですね、今、鎌田さんは 37% の株を持ってる大株主ですね。で、梅田さんって方がまあ 9.52% 持ってるってことで、まあ株主構成もこうやって出てしまいますと。で、じゃあですね、ウームの株が下落して、これね、ヒカキンさんどうなったかっていうと、解説していきたいと思います。まあね、これでウームの決算がちょっとまあ若干微妙だったってことがあって、まあ売り上げがね、下がって、再生も下がってるんで、で、芸能人もね、すごい人がいっぱい出てきてね、バンバン出てきて、かといってね、ウームの中ですごい人が育ってきてたっていうわけでなくって、まあどちらかというとね、もともとどっかの事務所で、優秀だった人をこうバーンと来て、で、第一世代ですね、ヒカキンさんとか始めた人とか昔からやってる人は伸びてるんですけども、ちょっと下が育ってこないとか、漫画とかね、ビジネス系とかちょっと出遅れてるんじゃないか。まあそういうのもあってですね、ちょっと残念な結果になってました。
で、僕も株持ってたんですけども、この決算の結果を受けて、全部、決算前に半分売って、決算後にですね、また半分売っちゃったんで、今もう株は持ってないですね、ウーム株は。で、これまあ僕もなんで売ったかっていうと、やっぱ売り上げが下がってるんですよね。まあ売り上げ拡大期って今言ってるんですけども、ウームさんは。ちょっと2期全録で下がってしまったっていうのと、まあさらにですね、まあこれも嫌だったんですけど、アドセンスっていう広告収入ですね。広告収入も下がってましたと、こっち。広告収入も濃い青、広告収入下がってて、さらに、再生回数も減ってちゃうんですよね。まあ、前回はね、去年もまあ、第2級で下がってはいるけど、また下がったし、ちょっとね、嫌だなと思ったんで、これ続きそうなトレンド、もうちょっと下がり続けそうな気がしたんで、この時はですね、ちょっともう売っちゃおうと思って売ってしまいましたと。で、まあ、その結果を受けて、まあ、再生回数とかもね、その結果を受けて、まあ、株価もピークでは6800円まで行ったんですけども、一気にですね、3400円、まあ、5000円ぐらいから一気にこう下がってしまったような状態ですね。僕はこの辺とかこの辺で売ったのかな、多分そんな感じだと思います。はい。うん。っていうところで、まあ大きくですね、ウームの株も下がってしまった。まあでも最初上場した時はね、この辺だったんで、まあその時から比べるとまだまだ高いところにあるんですけれども、じゃあですね、ヒカキンさんが持ってた株の、価値っていうかね、資産どれぐらいになるんだろうっていうところをちょっと出してみました。で、保有株数がね、さっき出したように45.4 番株を持たれてるとものすごい数ですよね。それがですね、6870円までですね、上がりましたってことで、これ掛け算すると、6870円から45万株、これパッと暗算できないんですけども、電卓使うとね、iPhone でやると、ポンと出てきて、31億円でしたってことで、なんと、ウームの株、最初ね、4億円ぐらいの資産だったのが、もう31億円まで増えてました。多分、ストックオプションとかで株増やしたのかなって思ってるんですけど、ちょっとわかんないですね。ごめんなさい。そこわからないですが、まあ、31億円まで増えてましたってことで。で、まあ、さっきね、3400円まで今株価下がってて、ちょっとね、これからまあ、反発するかもしれないんで、これからどんどん株価がどうなるかって予想は難しいんですけども、金曜日時点では、まあ、3700円、3000円まで下がったんで、まあ、一気に半減してますってことですよね。だからこれ資産どれぐらい減ったかっていうと、この31億円がまあ半分ぐらいだったんで、15億円ですね。15億円ぐらいの資産が減ってしまったところになっています。ものすごい数ですよね。ちょっと驚きでした。まあそれでね、まあこういうまあ、今でもまあ15億円分の価値を持ってるんで、まだね、ウーム配当を出していないので、持ってるだけでは何もならないんですけれども、まあそういうふうにですね、かなりの資産を持たれてるってことで、まだヒカキンさん売ってないんですかね。ずっと持ってると思います。で、まあこういうふうにですね、ウームの株価が下がることで、ヒカキンさんの持ってる資産も下がってしまうということで、まあさっきね、ウームの成り立ちっていうか、まあそういうふうに、最初から買って株を持って、まあ会社を始めて上場して、みたいなやってたんですけども、まあそういうふうにですね、して、ヒカキンさんはまあ大株主に乗っていますと。で、まあ設立からの立役者で、まあヒカキンさんなしでね、ウームこんな大きくならなかったんで、すごい功労者ですごいなと思いますね。で、まあ30億円まで、31億円まで行くも、まあ10億円まで減ってしまったってことで、まあこういうふうにですね、まあ株が分かるといろいろ分かるっていう風になって、まあ皆さんもですね、株に興味あったりとかしたらぜひですね、勉強してみてください。まあ再生リストでね、株の基礎とか言ってたりとか、あとまあお金の勉強とか、YouTuber はどうやったらなれるかとかですね、まあ不動産投資も興味ある人はですね、見てみてください。僕もね、不動産投資家なので、まあそういうのやったりしてます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったですね、高評価いただければ嬉しいです。で、このチャンネルはですね、不動産投資とか株式投資とか、経済ニュースとか役立つ情報を発信していってるので、よかったらですね、チャンネル登録をお願いします。またですね、いつも高評価、コメントありがとうございます。役に立ったらですね、引き続き登録していただければよりね、勉強になると思うんで、ぜひですね、チャンネル登録をしてみてください。またですね、役立ったら SNS とかシェアしていただけると嬉しいです。それではどうもありがとうございました。ウェイ。太ったので痩せなきゃいけない。ずっと思ってます。イェーイ。